今回京都駅を取り上げようと思います。なんだって。あれ、いや、メタン、知らないの？何を？京都といえば陰陽師安倍晴明の時代から地味猛量の集まる的なのだ。それに現代でも京都といえば殺人事件なのだ。殺人事件は京都の代名詞と言っても過言ではないのだ。全部山村美沙じゃない？それに実は鉄道も殺人事件が多い乗り物なのだ。マジでやばいのだ。全部西村京太郎じゃないのよ。全然やばくないじゃない。だから京都駅はそういう場所なのだ。一緒にブブ漬け食べてさっさと帰るのだ。茶番劇は置いといて、もう解説に入るからね。茶番劇ってライセンスがやばいやつ。いや、それもう解決してるから。京都駅の南側八丈口に来ています。新幹線と近鉄はこっち側だね。京都駅は北側の烏丸口が正面玄関というイメージが強いです。そうだろうね。京都人の頭の中はこんな感じなのだ。神外魔境？そうなのだ。京都人は保守的で排他的で有名なのだ。京都駅の南側は京都でない何かにつながっていると信じているのだ。そんなこと言って大丈夫なの？大丈夫なのだ。かなり薄めに発言してるのだ。実は京都の繁華街は京都駅周辺ではなく、北に離れた四条河原町周辺のことを指すようです。京都人が考える京都の南端に京都駅はあるので、ある意味当然なのだ。京都駅の八丈口周辺には新しいホテルが多くあるように思いました。京都市内の主な観光地は北側に多くあるのだ。駅より南側は東寺ぐらいなのだ。あれ、平等院とかあるよね。あれは宇治なのだ。京都じゃないのだ。伏見桃山城とか。伏見は京都じゃないのだ。いや、京都市内だよね。京都市伏見区。京都じゃないのだ。あ、それまだ続いてるんだ。京都駅の南側は建物の高さが低くて、日本を代表するような都市にあって、高層建築が制限されているのはことらしいなと思ったりするのだ。そうだね。京都には景観を守るために様々な制限があります。看板は色調を抑えた景観に配慮したものが使われます。いつものコンビニがなんか違う看板なのは制限が適用されているからです。高さにも制限があって31メートル以下でなければなりません。ほほう、覚えておこう。京都駅は在来線は地上駅、近鉄は2階、新幹線は3階がホームの高架駅となっています。地下鉄の地下ホームもありますが、今回は省きます。ガラス張りなのは新幹線ホームなのだ。新幹線ではいつも新大阪から乗るので、京都駅で乗り降りしたことはないのだけれど、いつもは内側からしか知らない駅を外側から眺めると新鮮に感じるわね。京都駅のは八丈口側はちょっと構造が特殊なので少し説明しておくのだ。 Google マップで京都駅を上から見たところなのだ。一番下に新幹線があるわね。で、近鉄がここなのだ。新幹線をくぐってから在来線と新幹線の間にめり込んできてるね。そうなのだ。近鉄は在来線と新幹線の間に割り込んできてから新幹線の下にめり込むという特殊な構造をしているのだ。在来線が地上で近鉄が2階、新幹線が3階だから立体的に入り組んでるわね。しかも近鉄はここにビルを建てて駅の上をホテルにしているのだ。船室が線路に面しているというマニアなホテルなのだ。そこまでホテルが必要なの？分かってないな。京都は
寺とホテルと学校がひしめく街なのだ。そうなの？そうなのだ。なんかツッコミどころが多いけど面倒だからあえてスルーしておこうかな。じゃあ京都駅内部へ侵入していくのだ。2階なのだ。普通ね。ここは近鉄と JR 東海が支配する区域なのだ。地元では王者の鉄道会社でも京都では狭間なのだ。まあそうかもね。新幹線の中央口が右側、ここから3階に上がると新幹線ホーム、左側は改札の先がすぐ近鉄のホーム。改札同士が向かい合っていて乗り換えには便利かもね。2階からエレベーターに乗って上がったところが2階です。3階でしょ？ 2階です。あれ？だって2階です。大人なら黒いものでも白いと言い切らないとダメな時もあるのだよ、メタン君。何それ？さて2階に着きましたね。ここは JR 西日本のエリアです。このままこの南北自由通路を烏丸口へ進んでいきます。ちなみにこれが京都駅の在来線廃線図です。0番線があるのに1番線がない。意外と投炭式ホームが多いなど間違いなく京都駅ね。0番線は日本一長い鉄道プラットフォームなのだ。人通りが多いわね。西口改札。なんというかここまで京都っぽさがあんまり感じられない気がするんだけど。わかります。殺人事件成分が足りないってことだね。いやそうじゃないんだけど、和風というか京都風というか。人気のなさとか断崖絶壁。違うって。ここ覚えておいてほしいのだ。大丈夫。人気のないところと高いところはちゃんと後から紹介するのだ。全然大丈夫じゃないよ。何が大丈夫なのか意味わかんない。そろそろ外が見えてきたのだ。外が見えるんだ。さあ行こう。光の差す方へ。大丈夫？断崖絶壁とかに誘導されてるような気がするのは気のせいだよね。大丈夫大丈夫。一瞬宇宙港みたいな景色見えなかった？大丈夫大丈夫。烏丸口なのだ。あ、ちゃんと外なんだ。1階へ降ります。本当に2階だったんだ。なんだか騙された気分。ペンギン？そうなのだ。どうして？よくわからないのだ。そう。こちら側が京都駅の表玄関なのだ。そうなんだ。 JR 西日本がでかい駅ビルをぶっ建てたので建てる時にかなり揉めたのだ。そうなんだ。詳しく聞くとめんどくさい話になりそうだからこのままスルーしよう。どうして揉めたか気になる？全然全く気にならないわ。京都仏教ずんだもん会とかがその
話はまた今度ゆっくりと。そう？あ、ほら京都って書いてあるよ。巨大駅、京都駅の正面玄関なのだ。そしてもはや京都のシンボル、京都タワー。京都タワーは有名ね。高さ131メートル、ゴジラに破壊されたりしながらもずっとここにあるのだ。マスコットキャラクターの名前はタワワちゃん。タワワ？そう、こっちのタワワちゃんは胸ないけどね。余計なことを言わない。京都タワー側から見た京都駅、高さ60メートル、長さ470メートルあるのだ。画面に入りきらないのだ。すごく大きいね。大きすぎるくらい迫力あるわね。ふふ、これからその大きいのの中に侵入するのだ。全部丸裸にして無修正で公開してやるのだ。覚悟するのだ。関西弁のボイスロイドが喋りまくるチャンネルの影響を受けたな。これ広いね。正面にある改札を入ると0番線なのだ。しかしホームの中は以前の映像があるのだ。そっちを見てほしいのだ。今回は駅ビルの上を目指すのだ。全てを見せてやるのだ。全てを？全ては言い過ぎだったかもしれないのだ。お詫びして訂正するのだ。何それ？それにしてもすごく広い空間ね。駅って知らずに来たら空港とかドーム球場とかアリーナとかそんな風に思うかも。ここを左へ行くとさっき通ってきた南北自由通路に出ます。ずんだもん、どこまで登るの？一番上までです。一番上ね。もうすぐかな。ここなの？うわ、すごいな。4000枚のガラスが使われています。ちなみに大階段になっているこの下は JR 京都伊勢丹です。まだまだ上がるのだ。ようやく目的地が見えてきたのだ。どこへ行くのよ？突入。普通に飲食店街よね。そういう普通の中にこそ闇は紛れているのだよ。こんなビルの上層階に闇とかある？さあ行こうか、恐怖のずんどこへ。うわ、さっきの屋根近いね。こここそが殺人事件の真相を解明するにふさわしい高所、空中経路なのだ。まだ殺人事件にこだわってるんだ。なんなら西村京太郎先生にはここで発生した殺人事件を時刻表トリックでもみ消してほしいぐらいなのだ。残念だけどそれはもう無理ね。分かってるのだ。本当に残念なのだ。
しばらく京都駅ビルからの景色をお楽しみください。高いね。京都タワーが見えるよ。京都は高さ制限があるから大都会ながら結構遠くまで見えるのだ。京都タワーは建築物ではなく工作物だから OK とかいう謎理論で建てられた例外なのだ。何それ？どういうことなの？日本ではよくあることなのだ。気にしてたら生きていけないのだ。そうなのかな？そうなのだ。東本願寺ってこんなに近くにあるんだね。今まで知らなかったよ。こういう景色を拝めるのもこの京都駅ビルがあるおかげなのだ。しかもここは無料なのだ。そういえばお金払うところなかったね。飲食店街からいきなりこのスカイウェイ空中経路だったね。これには深い戦略があると思うのだ。そうなの？どんな？デートで夕食を食べる。そしてこの空中経路に来て京都の夜景で雰囲気を盛り上げる。それでこの空中経路が終わったらどうなってると思う？まあ下に降りるんじゃないの？降りたら何がある？駅。救いようのないバカだね。何よ、駅以外に何があるの？駅より手前にホテルの入り口がある。本当に？本当です。なかなか考えられているわね。メリットもなしに無料でこんないい場所を開放したりしないのだ。 JR 西のしたたかさを感じる場所なのだ。それに京都ホニャララ殺人事件の解決にはこれぐらいの高い場所が必要なのだ。水戸黄門並みの様式美なのだ。それは絶対に違うと思うな。なぜかここまで駅側はすりガラス状になっていたのだけど、ようやくここから駅側も見れるようになりました。鉄道成分を求めてる人々が見たいのはむしろこっち側よね。まもなく終点です。こっちはエスカレーターなんだ。なんだか何もないような感じがするんだけど。夜景を見て良い雰囲気になっている2人に余計なものは不要なのだ。ロマンチックな雰囲気を保つためってこと？その通りなのだ。ちなみにこの建物はホテルなのだ。へえ、そうなんだ。なんだか贅沢な空間の使い方じゃない？京都駅は結構場所の余る使い方で建物が建っていると思うのだ。後から拡張できるようになっているかもしれないのだ。それはどうして？推測だけど北陸新幹線やリニアのためかな。なるほどね、そうかもね。着きました。7階です。意外と上層階ね。京都駅ビルは駅の中央改札に向かってすり鉢状に階段が配置されている逆ピラミッド構造なのだ。ここからさっきエスカレーターで登った大階段が見えるのだ。ほんとだ。何回見ても屋根がすごいな。今や京都を代表する玄関口として立派に機能しているのだ。反対派の人たちが今どう思っているのかは知らんけどね。まあ今は別に反対してないんじゃない？知らんけど。4階です。おなじみ京都タワー。ここでは一枚の絵みたいだね。実
ちなみに京都タワーはモノコック構造です。フレームレスってこと？嘘だ。本当です。あの中身に鉄骨はないそうです。円筒の外皮で構造を支えています。こっちと正反対の構造なんだね。それもすごい。下へ参ります。だんだん駅に帰ってきたね。そうかもね。こう降りてきたみんなもそう思ってきただろうね。一周するのにずいぶん時間がかかったわね。まだだ、まだ終わらんよ。もうすぐ1階に戻るじゃないのよ。はい、U ターン。え？君とまだ一緒にいたいんだ。ダメかい？はあ？ちょっと。さて、ワープポイント1へ戻るのだ。そうね、それがいいわ。さっきのメタンの慌てようは面白かったのだ。やめてよ。あうあう。この先は不思議ゾーンなのだ。京都駅にそんな場所があるの？やたらとだだっ広くて人がいない。ほんとだね。どうして？さあ、わざわざ理由もなしにこんな場所作らないんじゃないの？いや、調べてみたけどよくわからないのだ。駅が見渡せる絶好の位置じゃない。そうなのだ。しかし本当にここは何もないのだ。どうしてなのかしら？カフェでも飲食店でもなんならオフィスにでもすればいいじゃない。 JR 西日本の考えることは謎なのだ。京都駅はこういう空きスペースがやたらと多いのだ。ここはあれかしら？もったいないって思うよりも、これが京都の余裕とか風流わびさびと捉えるべきなのかしら。もうね、これだけ人がいなくて広いし、屋根はあるけど壁もガラスもなくて外みたいなものだから、いっそキャンプ場とかにすればいいと思うのだ。あはは。でも案外悪くないプランかもしれないわね。夏はビアガーデンにすればいいのだ。キャンプ風バーベキュービアガーデンならウケると思うのだ。駅でビアガーデンは帰りの心配もしなくていいかもね。あまりに広いのでちょっと早回しなのだ。この上も下もホテルやホテルのレストランなので、なぜここを開放してあるのかよくわからないのだけど、光や風が通り抜けて駅のコンコースまで届くのでいい感じだと思うの。なるほど。それにそれに締め切って冷暖房にかけるコストのことを考えたら、開放してある方が暑くても寒くても仕方がないと思ってもらえるじゃない。身も蓋もない言い方。そうね、言い直すわ。開放してある方が自然を感じられて、四季折々の京都らしさを駅を訪れる人々に五感で体感してもらえるじゃない。そっちの方がいいね。なんやかんや言っているうちに大階段のところに出てきたわ。ここに繋がってたのか。この右側の柱の裏側をうろうろしてたって
でだいたい京都駅の探検すべき場所は見たのじゃないかしら。そうだね、十分ネタは拾えたのだ。そうなの？あとは集めたネタにどうトリックを仕込んで事件に仕上げていくのかなのだ。はい。宇宙経路に消えた女、人影まばらな京都駅の知られざる裏の顔、キャンプからのビアガーデンで帰りも安心殺人事件。その企画絶対に通らないわ。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでもらえましたか？よかったらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。励みになります。ぜひよろしくお願いいたします。お願いしますなのだ。